Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。僕は普段日本で医者をしていたり、オノマップという YouTube で日本語を教えていたり、楽しく日本語を勉強できる GoGo Gesture というカードゲームを作っていたりします。今日はデザインとラブレターは同じというテーマで話したいと思います。今、日本語を楽しく勉強できるカードゲーム GoGo Gesture というのを作ってるんですけど、そのカードの箱のデザインとカードのデザインをもう一回考えてるんですよね。新しいデザインにしようと思っていて、でデザインをたくさん勉強してるんですけど、結局短く言うとデザインっていうのは愛の伝え方だなっていうふうに思ったんですよね。相手のことを思って、ひたすら考えて、どうやったら気持ちが伝わるかなって考える作業だと思っていて、これってラブレターと同じだと思うんですよ。そう考えてみるとデザインを描くときに、ちょっとよくわかんないけどなんか見た目かっこいいからこのデザインを使おうっていうのはもう絶対にやっちゃダメなやつですね。これをラブレターにしてみるとよくわかるんですけど、この文章何言ってるかよくわかんないけど、かっこいいからこのシェイクスピアの文章を使おうっていうのと同じですごいダサい。この人意味わかんないのに使ってるなっていうのが分かった瞬間にすごくチープなものに見えてしまうんですよ。なんか街を歩いてみると、なんか文字がかっこよすぎてものすごく読みにくくて、結局それが何のお店かもわからないなんて本当に意味のないデザインだと個人的には思います。もっと言うとデザインだけじゃなくて相手に伝えるもの全てだと思っていて、例えば説明書とか、それこそ大学で書くレポートとか、友達に送るメッセージも全部、もうクリスマスのプレゼント、バレンタインのプレゼント、誕生日のプレゼントも全部結局は相手のことを考えてそれを送っているのかっていうのがすごい重要じゃないですか。適当に選んだちょっと高いプレゼントよりも、自分のことを考えて送ってくれたんだなっていうプレゼントはすごく嬉しいじゃないですか。デートでご飯食べに行く時も、食べに行くのはどこでもいいよっていうのは全然嬉しくないですよね。一見すると確かに何でも選んでいいよっていうのは優しそうなんですけど、逆に言うと考えるのめんどくさいから適当に選んでっていう風に聞こえちゃいますよね。やっぱりその考えるっていうめんどくさいことをして、この人はこれが嫌いだからこれが好きだからって考えて調べて、このお店どうっておすすめするのが一番相手のことを考えている行動じゃないですか。だから話を戻すと、デザインも同じで、なんかかっこいいからとか、なんかいい感じだからっていうよりは、この表現だったら相手に伝わるかなとか、この世界観を持つためにはこのフォントがいいよなとか、そういうのをいろいろ考えることがデザインにとって一番大切なんだなっていうのを最近学びましたので共有させていただきたいと思いました。いろいろつながってますね。もし皆さんもよく何でもいいよって言っているタイプの人でしたら、少し時間をとって相手のことを考えて場所を選んであげると相手も喜ぶかと思います。それではいい一日をお過ごしください。もしよければ僕が今作っているカードゲームのリンクを動画の下の説明欄に貼っておくのでぜひ見てみてください。皆さんありがとうございました。